はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。今日はちょっと不思議な話をしたいと思いますよ。日本の迷信についてです。迷信というのは、英語では superstition。簡単に言うと、科学的な証拠がないのに、多くの人が信じている話のことです。今日は怖い迷信を5つ、いい迷信を5つお話しします。皆さんの国の迷信と似ているものもあるかもしれませんし、全然違うものもあるかもしれません。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。そして皆さんの国の面白い迷信があれば、ぜひコメント欄で私にも教えてください。親のずラーニングハブ。では早速、怖い迷信からご紹介していきます。まず一つ目は、夜に爪を切ると寿命が短くなるという迷信です。寿命というのは生まれてから死ぬまでの期間の長さのことです。それが短くなるわけですから、早く死んでしまうかもしれないということなんですね。怖いですよね。じゃあなぜ夜に爪を切ると寿命が短くなるという怖い迷信ができたのでしょうか。その理由は、夜に爪を切ることを他の言葉で夜爪と言います。漢字の夜と爪と書いて夜爪です。その夜に爪と書いて夜爪という言葉と同じ音でもう一つ夜爪という言葉があります。その漢字は世界の瀬と詰めるという漢字でできた言葉です。世界の瀬という漢字には人が生きている場所とか人が生きている期間という意味があります。そして詰めるには小さくするとか短くするという意味があります。だから夜に爪を切ることは夜爪、人の寿命が短くなるという言葉をイメージしてしまうのでやめましょうということでこの迷信ができました。あとは夜は暗いですよね。特に昔は電気がなかったので真っ暗だったと思います。暗い中で爪を切ろうとすると手元が見えにくいので手を切ってしまうかもしれません。とても危ないです。なので、昔の人は怖い迷信を使って爪を夜に切らないように言っていたんじゃないかなと思います。二つ目は、朝に見つけた雲を殺すと悪いことが起きるという迷信です。なぜ朝見つけた雲を殺すのはダメなのかという理由はいくつかあるようです。まずは朝の雲は縁起がいいと言われています。縁起がいいというのはラッキーという意味です。雲は天気がいい日にだけ出てきて雲の巣を作るそうです。ですので昔の人はその雲の巣を見ると、今日は晴れるんだな、いいことありそうだなとポジティブな気持ちになれました。そのポジティブなイメージから朝の雲は殺したらダメだよという迷信が生まれました。もう一つは雲はお釈迦様の使いだと言われていたからです。ですので、ラッキーなシンボルである雲を殺してしまわないように、わざと怖いことを言って、雲を殺さないようにしていたということです。三つ目は、黒猫が目の前を通ると悪いことが起きるという迷信です。欧米では黒猫は魔女の使い、または魔女が変身した姿だと考えられていました。ですので、黒猫はとても不吉な存在で何か悪いことが起きるんじゃないかというふうに人々を不安にさせる生き物でした。でも昔の日本ではその欧米の不吉な猫のイメージとは全く逆で、黒猫はとてもラッキーなイメージでした。黒猫がいるとお客さんがたくさん来てくれてお店が繁盛するというイメージや、悪いことがなくなる、厄除けできるというイメージがありました。なので、江戸時代には黒猫を飼うことがみんなの間でブームになっていたらしいです。そんな時代もあったんですが、今は欧米から猫は不吉だというイメージがいつの間にか日本にもやってきて、そのイメージが定着しています。私も実際に
目の前を黒猫が通ると何か悪いことが起きるんじゃないかと不安な気持ちになってしまいます。皆さんはどうですか？ 4 つ目、くしゃみをすると誰かに噂をされているという迷信です。くしゃみって急に出ますよね。自分がくしゃみを出そうと思って出すものではありません。なので、昔の人はくしゃみは誰かのせいで出るものだと考えていました。また、地域によって違うんですが、1回くしゃみをすると誰かに褒められている。2回連続でくしゃみをすると誰かがあなたのことを悪口を言っている。そして3回連続くしゃみが出ると誰かがあなたのことを好きだと思っている。そして4回くしゃみをするとあなたはもうすでに風邪ですという風に考えられている迷信もあります。何それと思った人もいると思いますが、今でもたくさんの日本人がこの迷信をやっています。時々友達が連続してくしゃみをしたときは、私も、誰かに噂されてるよという風に言います。5つ目は、北枕をして寝ると寿命が縮まるという迷信です。北枕というのは、北の方角に枕を置いて寝ることです。これをすると寿命が短くなると言われています。寿命というのは最初の方に言いましたね。生きている時間のことです。それが短くなってしまうという怖い迷信です。なぜこの怖い迷信ができたかというと、日本ではお葬式の時に死んだ人の体を北に向けて横にします。ですので、その北に向けて枕を置くというのが死を連想させてしまうんです。連想するというのは、ある言葉を見たり聞いたりしたときに、それに関係するもののイメージが頭の中に浮かぶことです。ですので、北枕をすると、死というのが頭の中に浮かぶんですね。それはちょっと不吉ですよね。ですので、北枕をすると寿命が縮まるという怖い迷信が生まれました。次はいい迷信を5つご紹介します。まず1つ目は、初物を食べると75日間長生きするという迷信です。初物というのは、春、夏、秋、冬、それぞれの季節で一番最初に収穫される果物や野菜、魚などの食べ物のことです。一番最初に取れるものなので、とても新鮮です。新鮮ということはエネルギーにも溢れていて、昔から人々はそれを食べることが縁起がいいと考えていました。そして、その新鮮な初物や栄養がたっぷり入った旬の食べ物は体にとってもとてもいいです。それぞれの時期にぴったりの野菜や果物、魚を食べることで健康になれるということです。ですので、迷信というよりは、これはやった方がいいアドバイスのようなものかもしれませんね。二つ目は、蛇の抜け殻を財布に入れるとお金持ちになれるという迷信です。蛇は脱皮を繰り返す生き物です。脱皮というのは古い皮を捨てて新しい体になることです。ですので、何度も何度も新しい体に再生していきます。いいものにどんどん生まれ変わっていく縁起のいいイメージがあります。もう一つの理由は、蛇が弁財天という神様の使いだからと言われています。弁財天という神様は、日本の七福神という7人の神様のうちの一人です。この弁財天様は財産を守る神様と言われています。ですので、その弁財天様に仕えている蛇も金運にいいというイメージがあります。なので、蛇柄の財布を持っている人もいますし、本物の蛇の殻を財布の中に入れて金運アップを願っている人もたくさんいます。皆さんの国では金運アップのために持っているといいものってありますか？三つ目は、耳たぶが大きいとお金持ちになれるという迷信です。これも先ほど言った七福神の神様と関係しています。その七福神のうちの一人、大黒天という神様は財宝や開運の神様です。その大黒天様は大きな耳たぶをしています。ですので、
大黒天様のように大きな耳たぶを持っている人はお金持ちになれると言われています。ちなみにこの大きな耳たぶのことを福耳とも言います。ちなみに私は福耳ではないので残念です。4つ目は、蝶が目の前を通るといいことが起こるという迷信です。蝶々って幼虫、さなぎ、そして綺麗な虫になって飛んでいきますよね。その様子がとても美しくて大きないい変化だということで、昔から幸運を象徴する虫でした。ちなみに昔は長寿、不死の象徴として武士からも好まれていたそうです。日本の歴史上ですごく有名な平清盛という武将がいますが、その人の家紋も蝶だったらしいです。5つ目は、人という漢字を3回手のひらに書いて飲み込む真似をすると緊張がなくなるという迷信です。人前で何か発表したりするときってとても緊張しますよね。そんなとき日本人は人という字を3回手のひらに書いて飲み込むおまじないのようなことをします。人という漢字を3回書くんですが、その人は目の前にいるたくさんの人のことを表します。昔の人がたくさんいてもその人を飲み込んでしまえば緊張もなくなるということでこのおまじないを作りました。それを今でもたくさんの日本人がやっています。日本人であれば1回はやったことあるんじゃないかなと思います。ちなみにある説によると、人と書くと手のひらにあるリラックス効果のツボを押すことになるそうです。だからリラックスできるんじゃないかという人もいます。ツボというのは体中にあるスポットのことです。そのツボを押すことで体中の気、エネルギーの流れが良くなって血流が良くなったり、筋肉がほぐれたり、とても体にいい効果がたくさん現れるということです。ツボを押して健康になるというのは東洋医学の一種です。日本でもとても人気があります。ということで今回は昔から今もある日本の迷信10個ご紹介しました。皆さんの国と似ているものもあれば全然違うものもあったかもしれませんね。どうでしたか？皆さんの国の迷信もぜひコメント欄で教えてくださいね。他の動画では教科書には載ってない日本ではやってはいけないことトップ10や日本人が驚く海外での当たり前10選などについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。